れアルミ線、アルミ線出ましたね。はい、じゃあまたちょっとこれで出ました、アルミ線が。はい、根はないですね。根がないですよね。この上にはないってことですよね。あ、ここは出てるんですよね。うん、ここだけ出てるんで、この上とかどう4分の3ぐらい、4分の1も出てないかな、分かんないけど、本当はそぎ上げってここの行き道を残すんだけど、環状白皮で今入った、ズボッと結構入ってますね。これね、ここ見れば分かりますね。で水ゴキを差し込む。手術してるみたいね。はい、こんにちは。こんにちは。はい、今日たっぷり睡眠をとってきました。昼間です。はい。午前中のね、収録の予定だったんですけど、今1時半ということで、単に寝坊しただけっていうことなんですけど、今日はですね、五葉松の取り木、ちょうど1年前に取り木をした五葉松なんですけど、五葉松は比較的取り木が難しいって言われていて、でそれをかなり特殊な形で、取り木をしました。でその時の動画、昨日も朝方まで動画見てたんですけどだから言い訳はいいんですけど、見てて、で、1年後に見てみましょうって話をしてるんで、ちょっと見てみたいな、ダメな可能性は多いと思うんですけど、だからやってみて、やっぱり出てませんでしたになっちゃうかもしれないんですけど、これもしょうがない、ぶっつけ本番なんで、どうなってるか分かんない。補足としてもともと針金の巻いて取り木がかかってたけど、それが片根だったんだっけ、ちょっとしか出てなかったんですね。こっちは出てない、こっちはね、少し出てたんですよ。ああ、なるほど。でこっち外したんですよね。こっちは外しました。でもう一回そぎ上げやってます。でこっちは根が出てなかったから、その時にそぎ上げと環状白皮と合わせた形を、かなり特殊な形なんで、というのをやってみようということなんで、ちょっと本当にダメかもしれないんですけど、早いんでというちょっとサスペンス動画的な、私的にはドキドキして、多分ダメかもしれないっていう可能性が高いんで。そうか、犯人は誰なんだろう。つばがですよこの人でしょ犯人は果たしてどうなるのか、わかりました。では出てるのか出てないのかっていう、そういうようなことでちょっとやってみたいと思います。わかりました。お願いします。それで、今日取り木の動画なんですけど、取り木そもそもどうなのって簡単に今前段の話をちょっとしたいと思うんですね。5月のお祭りの時も実は何人かに言われて、ひろまさん動画見てますよって。だけど、はっきり言ってひろまさんの話半分ぐらいしか何言ってるか分かんないっていうちょっとマニアックなことやっぱり私やってるんで、本当に初心者の方分かるようにちょっと簡単にもう一回取り木の話をしたいと思います。簡単にね、取り木っていうのはもともとなんだろう、例えば大きな木で、いいところがあるから取って、小さい木を作ろうとか、あるいはこの足元がこう間延びしちゃってて、そこは我々バカって言うんですけど、そこが嫌なんで取り木をして発泡粘りを出させるとか、あと片根だったりしてね、これも同じですね。片根の取り木をして発泡粘りを作ろう。ただ、取り木ってやっぱり枯れる可能性もあるし、取り木したけど発泡粘り出ないかもしれないしっていうリスクが高い、でなおかつ、この五葉松なんていうのはやっぱり非常に根が出づらいと言われてるんで、取り木も何種類かありますよっていうことで、一般的に一つは、環状白皮っていうのはこうやって、切り込みを入れまして、ここ皮むいちゃうわけですね。こうやってね、こうやってチョキンと切らないように注意してそうでここがこうむき出しになるんですけど、すっかり皮をむいちゃって、出させるって、これは発酵率のいい臓器なんかに向いてます。ケヤキとかカエデとか、モミジとかですね。で長白類、心拍だとか石化ヒノキなんかはこういう環状白皮をする方法もあるんですけど、もう一つはこの針金を巻いてですね、ここにこう針金を2本とか3本とか巻いて、方法が、これが松類ですね。これが松、これが臓器で、これは枯らすリスクを減らすために、アルミ線を巻いて、時間をかけて出させようという根が出づらいもので、これ大体こういった通りなんですね。でこれに加えて、私なんか最近ちょっとチャレンジしてるのはそぎ上げって言って、これはですね、こういうふうに何箇所か切り込みを入れて、こういうふうに切り込みを入れて、
やるんですけど、はい、ここはですね、ここの行き道っていうのを残しておくんですね。この行き道っていうのを残して何箇所かこうそぎ上げていくって、はい、そうするとここの行き道のところで水だとか肥料だとかの、行ったり来たりっていうのができますから、枯れるリスクが少ないと。だから環状白肥を半分してるみたいな。そうですね、半分してる。だけど環状白肥っていうのを全部やっちゃうから、リスクが高いんだけども、この行き道を残して、何箇所かやるっていうのが、そぎ上げっていう方法で、はい、一応教科書でいうとこういうやり方っていうのが3つ目としてある。主流は今この2つなんですけどね。そうですね。で最近私がチャレンジしてるのがこれとこれのミックスですね。環状白肥のそぎ上げ法っていうかなり特殊なやり方。これはもう蛭間さん個人でやってることですね。一応でもそういう名前もあるしやってる人もいるみたいなんで、一応それを参考にやってみたっていうかなり。なるほど。だから特殊だってことを一応もう一回言っとかなきゃいけない。でこれが松の場合は一般的ですよってアルミ線でやる方が、これ言っとかないと、昨日もねここでちょっと話したらやっぱりプロの方もやっぱりこの方法が多いらしいです。取り切りを専門と言われてるような人なんかも結構この方法でやってるって聞くんで、これがベースチックですよっていうのだけは一応押さえておいていかないといけない、はい、かなりちょっとマニアックなことやってるって話ですね。でなんでじゃあこれでやったかっていうと、もともとアルミでやってたんだけども、ここがアルミで巻くことによってこう太るんですね。太ってこう太るんです。だからこれは一つのメリットでもあるんですけど、アルミ線が中に食い込んじゃった、でこのアルミ線を取らなきゃで根が出てなかったんですね。アルミ線を巻いて多分3年ぐらい取りしたんですけど、根が出てなかったので、じゃあこれを一回取ろうということで取った時にもうこれは皮むけちゃったんで、そうだ思い切っても環状白肥しちゃおうと、すごく環状白肥しちゃってさらにそぎ上げちゃおうと。でこれも全面ですよね。せっかくもう環状白肥したのにそぎ上げるがちょっとよく分かってないんですけど、どこをそぎ上げたんですか？そぎ上げたのここ上の部分をここにこう切り込み入れてって、だから全部やってて、この中に全部水苔を入れたわけですよ。視聴者の方去年の見てください。で一生懸命ピンセットで水苔を入れながらでルートにつけて、だからそうすると結構こういう粘りもできちゃうし、でこれケヤキで一回やったんですよね、そぎ上げ、で意外とそぎ上げいいねって話で、今言ったこの足元のこの粘りというか立ち上がりっていうんですかね、こういうのもできるし、でなおかつ水苔を入れるんで発根もしやすいんじゃないかって、かなりやりながらいいんじゃないのって、言ってたやつがこれなんですけど、で1年が果たしてどうかっていう前段の話です。そうです。はい、ありがとうございました。で実はねこれ見てた時に根がね出てるんですよ、ぐる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 。あ、本当だ。これ出てますね。出てるんですけど、下から出てる可能性が結構高くて。でも環状白肥してあるから。してあるけど1年でこんなに出るかいなって話なんですよ。でも松でほら環状白肥する人そんなにいないじゃないですか。そうですね。出るのかもしれない。出たらだから新発見なわけですよ。こういうチャレンジをねいろいろやってきたやつとはまた新たな4つ目の方法っていうのがミックスした方法ができるよっていうのがあれば、すごいなっていうことで、昨日も話したのがこの松の、アルミ線で3年やって出なかったって言ってましたけど、昨日先生はもう10年で出たって言ってました。だからそれがやっぱり時間かかるんですよね、こっちの場合は。だからそれを短期間でリスクも高いってことでそれだけ向いちゃってますから、そういうリスクはあるんだけどでも枯れてませんから。そうですね、そうさっきのこれはかけたらもうちょっと忘れた頃に開けてみなって、それぐらいのんびりやる方法だっていうことですね。これですね。そうですね。よく3年っていうじゃないですか。3年だけどもっとですよね。もっとだってことですね。木の状態っていうか若い木だと多分もうちょっと発根率いいと思うんですよ。そうなんですよ。そうね。そうなんですよ。でも結構根っこ出てますねこれね。だからどっちから出てるのかって。でも1年でこんなに出るかねって。環状白肥したところで上から出ますよね。だけど下にももともと根があったから。
それがせり上がってる、上がってるだけの、単純に上がってるもともとあったんですよ、下にね。下からこう来てる可能性も全然ありなんですよ。あるのか。私の中では。確かにね、五葉松上にこう飛び出しますもんね。そうこうやって飛び出す。そうよくねこういうところに根がねあるんで、下の根が単に上がってきてるだけじゃないのっていうのがあって、6割7割かな、成功失敗の可能性が。はい。ということでちょっと一回剥がしますね。これ去年いろいろ工夫してやったやつですよね。これなんかちょっと止め方をね。こういうのでね。刺して止めてる。そうこれをひっくり返して刺して、そうするとこぼれないっていう取り木ならではの特殊な方法をまた編み出したというね。編み出したんだ。その場でそんな気もしました。そうやりながら思い出しますよね。1年前ですもんね。そうですね。去年の6月。でもこれ綺麗に出てたら、いやだから環状白皮で。いやすごいですよ。元から膨らんでたからっていうのもあるかもしれないですね。元から株立ちみたいに膨らんでた。でアルミ線でなおかつ膨らんだ。だから一回アルミ線やるっていうのはやっぱりいいかもしれないですよ。太らすっていう意味で、足元を太らすっていう意味でね。で3年と言わず5年放置ですね、多分ね。5年ね、我慢できないんですよね、それがね。できないんですよね。忘れちゃえって言われても忘れられないからね。まあただね、果たしてどうかっていうのはね、なんかホチキスも使ってるな。でこれはもうくれぐれもなんですけども、蛭間さんのいろいろやってきた経験をもとに、チャレンジ。東電さんとは一切ご関係ございません。ないですし、私個人の考えで、それも私自身もチャレンジですっていう。蛭間さんは結構で勘違いしてる東電の人だと思ってる人もいるんで。関係です。単なる趣味家ですから。趣味の人です。はい。そうだ。エプロンしてくればよかった。してきますか今から。どっちでもいいですよ。汚れちゃうなら。じゃあしていきましょうか。はい。ということで、ちょっと崩してみますね。はい。これ崩すときにちょっと気をつけないと、せっかく出てる根がダメになっちゃうんで、ちょっと草取りからしていきます。どうなんでしょうね。どうなんでしょうねですよね。だから上から出てるっぽく見えますけどね。上に回ってるんでね、回ってるだけでターンしてきてるのかな。下から来てるかもしれないし、息継ぎして帰ってくるみたいな。そう結構ね、やっぱりこの土を取るときに根を切る可能性があるんで、ほらいろいろ赤玉土がいいとか水苔がいいとかっていろんな人あるじゃないですか。軽石がいいとかね。やっぱり根を出させるためには水苔っていいと思うんですけど、その後の培養だとか、取り木を外す時とか考えると水苔ってちょっと悪いところもあるよって。なるほど。これは水苔で覆った後に土入れたような感じ。これはね、ミルフィーユやってました。ミルフィーユって言って。ミルフィーユって言ってたの誰だっけなと思って。ミルフィーユってね、言ってました。で最初あの時ね、水苔があんま足んなかったのかな。水苔が足んなくて水苔やって足んなくて土入れて、でまた水苔やってみたいな。そうだ。そんなことやってでやったんだけど、実は取り木した動画が上に出てて、ヒロさん出てますよって全然取り木になってないってっつって持ち上げたんですよ。そうだ。持ち上げてまた足したんですよ。はい、完成です。なんか環状白皮したところが出てませんか？どう？したところがもっと上ですか？もっと上じゃないですか？これ出てますね。完全に出ちゃってね。本当だ。これ足んなかったってことですね。じゃあ。そう全然取り木になってなかったってやつ。そんなこんなでやってます。楽しくやってますね。もしかしたら前代未聞のなんか出てません？これ素晴らしい映像が撮れるかもしれませんよ。世界初の映像。違う。切っちゃった草の根かと思ったら、ここはねかなり慎重にやった方がいいと思うんで、ちょっと時間かけてやります。上から出てるじゃないですか。これね、これの何本か。あれでもこれ1年前根なかったんですよね。ないこれ1個もなかったやつですね。もう1個のやつは片根だったんですけど。すごいじゃないですか。あったらすごいですよ。やっぱ環状白皮の方がやっぱ出やすいんですね。いやもうだって出ざるを得ないじゃないですか。これね、さらに上だ。ごめんなさい。ここは幹がありますね。幹がだから
まあ出たけどあんまりいいとこから出てない。ちょっともうちょっと少し軽くやってみます。あとね、次と8をごめんなさい、次の取れてるかもしれないんで、8の準備か。8の準備ちょっとしましょうか。はい、じゃあちょっとお待ちください。はい。一応用意しました。はい、ダメかもしれないですけど、一応ね、一応はい、今日外す可能性もある。はい。高いんじゃないですか、今のところの見た感じ。いや、今ちょっとびっくりですね。この上の方から少なくともこの辺のなんだろう。上から出てますよね。本来もうちょっと下から出てほしいんですけど、いくつか出てるってことは、こっちもそうだ。これだと全部同様のねですよね。すごい回ってる。この辺もほら上からちょこんと出てるんじゃないですか。ね。すごい。これ1年でこの映像すごい奇跡ですよこれ。ちょっとサムネ撮っときますか。そうですね。今さんが奇跡驚いてる。ちょっと待って。これですね。そうこれサムネ。これか。いいですね。っていうか、そう多分ね、感情白皮のそぎ上げってやってる人いるんですよ。ただ映像としては世界初かもしれない。だけど、どっから出てるかまだあんまり大きいこと言ってるととりあえずちょっとね、そぎ上げ痕があるところから出てたら、そうですね。とりあえず崩してみて、もうちょっとですね。世界初ってね。画像としてはね、やってるのことは世界初じゃないけども、タイトルに入れておきましょうかね。画像としては世界初だからそれがまた大きく出ちゃうとね、勘違いされちゃうとまずいっていう、そうよく言うと思います。5年です。そう5年もしくは10年って5年から10年かかります。昨日先生が言ってましたんで。でもね、本当にこれがうまくいくのが定着っていうか、そのやり方、ある程度安定させれば、リスクはこっちの方が高いけど、1年でこんだけ出れば、そうですね、いい方法かもしれない。もしかしたら思い切りが必要ですけどね、リスクが必要なんで、枯れる可能性はあるけども、急ぎの方は、そうですね、お急ぎの方お急ぎの方ってあまりいいあれじゃないですね。90歳超えた方はおすすめかもしれない。10年待てないっていう人はちょっとひどいこと言ってる。これどこまで確認しますかって話ですね。バラバラにしちゃうとあんまり良くないんで。そっか。もうある程度この発根ありそうだなって確認したら、もう下から切っちゃった方がいいですね。ばらさないで。確かに。これとかこれとかこれ、あとこの先からここ出てますよね。そぎ上げの跡ありますか？いや、そこが微妙だから、そこまで開けちゃっていいかどうかわからんですよね。見たいけど、ただの感情白皮なのか、そぎ上げが関係してるのかは知りたいところですね。そう感情白皮そぎ上げをした結果、上から出てる可能性もありますよね。これね関係なくね感情白皮されたから仕方ねえから出すかみたいな、上からね、そこのがうまいことね、そぎ上げのところが起点になってるのかとか、そうですね、分かんないですね。でもどっちがいいのか。でもあれですね、出たことに間違いないってことは、一旦これで根をちょっと成長させたいって気がしますね。ということで、とりあえず包丁でいきますか、パサッと。包丁ノコギリの方がいいか。ちょっとこの根が少し不安ですけど、こっちがどっちの根なんだか分かんないですけどね。多分これはさすがに今年じゃないだろうなって気がするんですけど、でも分かんないですよこれね、どっから来てるのか。今年の根なんじゃないですか。こんな伸びんのかな。去年いつでしたっけ？去年の6月ですね。もうちょっと追跡してみますか、これ。この太いやつ。サスペンスですからね。サスペンスですからね。てってってーって書いて。火曜サスペンス。火曜サスペンス。すごいな、これ。でもこれ、ほら、この辺から来てんじゃないですか、なんか。じゃあ発根したんでしょうね。だってもう去年だってかけてすぐ出たってことじゃないと。ですね。それが今年グンって急に伸びたのかですね。よし、じゃあノコギリで切って植え替えると。はい、じゃあいよいよこっちの準備をしましょうか。もう一回あれですね、何年後かにこれを見るっていう
何年後なんだろう、まあ、3年から5年後ぐらいに、もうちょっと根が安定してからもう一回さばいてみて、もう一回動画が上がる、もう一回上がるっていうしましょうか。その時にはここの建物も変わってるでしょうね。あ、そうですよね。そう1年でこれすごいですね。1年はすごいですよ。これなんかね出てるよね、これ見るとか。もう1年でこんなに。高木さんの水やりのおかげだと思います。確かに。いやそんなことないよ、本当。環境が良くなったら出ないからね。半分は高木さんの木だね。そっち行って。だからここで切って下長寿梅じゃないんだから出ないと思うけど。とりあえず切り離すんで、ちょっと下こういうとこ繋がってるのがあるんで、これも山の切っちゃいますね。できるだけ下の方で。いやだけどなんかあんまりこういう五葉松で立派なね見ないんでね、久々に。そうですね。すごいなって気がする。なんかでも上からこう降りてきてる感じのねばっかりな気がするな。感じがね。だとしたらすごいですよ、本当に。新発見。一か八かね。だから取り木をする前に元気をつけといたとか、そういうのも多分絡んでるんでしょうね。あるかもしれないですね。もともとそう、それで元気をつけてるところで取り木をしてるから、いけない、取られちゃったって、根が切られちゃったっていうね、それで慌てて出すっていうかもしれない。そういうことも絡んでると思うんで、感情破壊する前の針金の効果ももしかしたらあるかもしれない。そういうことなんですよね。まだね、なんとも言えない。なんとも言えないですね。たまたまっていうふうに可能性もあるんで、なんかね条件が揃っただけなのかもしれない。難しいですね、これ。そう今でもだからやっぱりチャレンジ企画っていうことで、皆さんもねこういうことやってみてって。でもこういうことをいろいろな人がやっていかないとね、可能性ってやっぱり広がった方がいいんで、だって本当に感情白衣でいいならもうとっくにやってるはずなんですよ。そうですよね。今までの人たちは。だからなんか他に原因があるはずなんですよね。そうですね。やっぱりやって失敗してる人も多いかもしれないですよね。同じことをね。だから皆さん自分で経験してみて。そうですね。はい。答えはないですからね。答えはないですもんね。じゃあこれでちょっと切りますね。はい。少し根をこう上げてこの辺から。よく切れますね。540円があるんだ。540円なんだ。きっとあれですよ。我々の熱い思いが伝わったんですよ。熱意、愛情ですよね。愛情ないか。愛情があったらこんなことしないですよね。でもまあよくするためにやってるわけです。そうですね。それも愛情ですよ。この木にとってはね。じゃないとね、断られちゃうかもしれない。そうですね。さあ高橋さん、じゃあこれ一つどうぞつって。ちなみにこっちはどうなんですか？どうなんですか？いや何も出ないと思いますよね。根がでも下からやっぱ上がってる根もありますね。これ本当はだから幹がこうあるはずなんですよね。そうですね。どうなってるのかね、ちょっと気になりますけど、このまま今回は埋めると、スポットやって上からそぎ上げたところから出たかどうかわかんないけども、上から出てるのは確認できてるんで、これ最後締めですね、この話はね。今話さないようにしないと。よかったですね。ゆっくり、寝てきた甲斐がありましたよ。関係ないか。睡眠も取れたし。明日の心配。上が結構こんもりしてるから、その吸い上げの量と根が合うかどうかっていうのもそうですね。ありますからね。フルッパぐらいは取ったもいいかもしれないですね。少しね、確かに根がね元気なんで、ちょっと切っちゃおうかな。でも根が合うからね。上の根か下の根かわかんないですけど、多分ちょっと切っちゃう。やっぱりちょっと切っちゃう。
で根ってこういう太い根じゃなくてこういう細い根がはい大事ですね。一応ご存知かもしれませんけど、はい、初心者の方いっぱい見てるんで、まあまあまあ太い根が大事みたいにね。この動画見てる人はでも結構盆栽やってる人の方が多いのかな。あとは始めたばっかりの人はね、でも見る動画じゃないですよね、でも今回はねそうでもすごいですよこの木。良くなりそうです。なりますよねここ感情発揮のそぎ上げしてるようなに見えたんですけど、今一瞬ここ本当だここでやろうとしたら、下から出ちゃったのかなかもしれない。じゃあここまででも下なんか埋めたいっすねねえこう出ようとしてますよね。でもこうね出たこれ痕跡がありますね。ねえ痕跡がある。その下から出た。そこまであれですか。もっと斜めだったかもしれないですね。斜めに取ろうとしたってこと。だこっちなるほど。またそぎ上げでも出た痕跡ありますね。出た痕跡ありますよね。ここ埋めたいですね。そしてごめんなさい、もうちょっとこれあれだ、斜めにそこ削らないと。こっち削らないやつですね。もう一回あれだ、包丁。まあそうそううまくいかないな、きっと可能性ありますね。ここでやりたかった感ありますね。ありますよね。ここね、ここそぎ上げちゃった感じありますよね。でもその下から出たってことはそぎ上げちゃった。そぎ上げじゃなくて感情白皮。そのさ出てる、ちょっと出た形跡あるんだけど、ここだけそんな斜めにするかなっていうのは、なんだろう、ぐわーって上がってたんですかね。ここだけ上がってますね。こっちを下にして、じゃあちょっと深めに埋めるということで。深めにですね。高木さんのだよ、そっち。そっち高木さんの。次行きすれば。わかんない、見つからない。幹がない。幹ないです。幹がない。ちょっとじゃあこっちを低めにね、ぐるぐるやって。ないことないでしょ。ちょっとこれで掘ってみて。中心を。なくないですか？ない。ないっすよ、これ。あれ？どうなってる？ない。今さ取り消したんですか本当に？これ幹がない。幹ないっすよ。木がないってことは取り木じゃないんじゃないですか？あれ？幹ないんだけど。何これ何の動画？取り木じゃないって。どういうこと？幹ないっすよ。幹ない。どういうこと？取り消された木だったのこれ？取り消されたのかな。でもでもじゃあもう一回去年の去年はあっちもう一個のやつは切り離してますよね。でちっちゃくなってるから。それももうなかったかも。下が下ないっすよね、これ。本当。いやーないことないでしょだって。だって腐るわけないっす。ない。いやちょっと出してみようよ。出しますか？お遊び。本当に取り木の説明したのにね。でもサスペンスではありますね。幹なくなったら取り消してないってことですからね。でもあんだけこっち深いやつはでももともとあったはずですよね。昼間さんノコギリ来た時幹の感触ありました？いやわかんない。もう木くず出てなくないですか？ああ確かに。木くずがない。木くず出ますよね。もう上の根だけで生きてるから下の根が腐ったってこと？でも幹はありますよ。そう少なくとも感情悪い下はあるはずですよね。あったはず。感情白衣はしましたもん。ないっすよ。ない。本当？ないっす。ないの？絶対ない。やっぱり謎だ。ミステリー。ミステリー。でも視聴者さん何を見せられてんだろうって。ないってことはないでしょ。感情白衣しましたもん。ここまでやって幹出てこないってなくないですか？ってことは取り木じゃない可能性ないですか？そうなると。元々が？いや感情白衣したすぐ下が、こいつの根だったとしたら。いやでも剥ぎましたもん。
そう向いてこうやってるから、向いたそのすぐ下がこいつの幹が終わってたとしたら、その下で取ってるだけ？そう、その下で切ってるから取り木になってないちょっと短くなった取り木になってないけど、感情剥離することによって上から根が出たっていうだけの。今後削っていけばもう一回ね、取り木の効果はあるかもしれないけど、もう一回上の根が発達した時に下の多分2段根になっててさっき言ってたもんな、今年の根じゃないな。ないありません。ということは釣り動画だ。取り木じゃなかったです。取り木じゃないです取り木の方法で上から根を出させる方法っていうことですよね一段上から根を出させる方法っていう話ですねそういうこと。結果的にはでも、次の植え替えで下削れば、取り木したことにはなってる。なる、そう。だけど、もともとそんなに背の高い木じゃなかったってことなんだ。そうですよね。でそれに取り木かけることが不思議じゃないですか。そうですね。なんでかけたんだろうって話ですね。ね。だからやっぱりより上から出させようっていう足元をもう5センチ上から出したいみたいな。そうでそのためにアルミでかけたんだけど出なかったから何としてもやっぱりできるだけ上から根を出させようっていう、目的はそこですね。そういうことだったみたいですね。取り木という言葉は仮の言葉で上から根を出させようでそのために今段階的にチャレンジしてるとでも出ることは上からは出てました。上から出てましたよね。出てましたよね。はい。そぎ上げのさらに上からもう出てましたよね。ってことはあんだけ根が出てたのは、もしかしたら今まで生きてたところからも出てる可能性があるから。でも感情剥離してるから水は吸えない、巻いてなければ。本来はね、そうなんですね。巻いてなければ、巻いてたかもしれないから何とも言えない結果なんで、やっぱ真似しないでください。そうたまたまね、下も生きてたし上も生きてたし、でうまく感情剥離ができてなかったからうまく下も生きたし、上から根も出たしっていう、あんまりその取り木として成功してないってまだね、いうことのがいいですね。勘違いされちゃうとね。でも結果的にはね、上から根出たんで小さくはできると。そこだけということでした。そうですね。ということで一応水苔をやってきます。そぎ上げたところから出るかもしれないんで、もうちょい上にから出るかもしれない。出るかもしれない。いや何が起こるか分かんないですね。何が起きるか分かんない。よかったら最初にサスペンスって言っといて。見事な伏線回収でしたね。そうですよね。思わぬですよね。少なくともなんですけど、こことこの根とこれは新しく出てますね。そうですね。上から出てる。ということだけとりあえずははいということです。じゃあお願いしましょうか。お水あげてないか。お水あげてないか。確かに。はいということで、ちょっと成功したのかね失敗したのは分かんないですけど、少なくとも去年なかったでもこういう根がいっぱい出てるんですよね。上から出てますね。上から出てるっていうんで、そぎ上げをやって本来そこから出るのが目的だったんですけど、そぎ上げとその感情剥離した効果っていうか影響で上から出たということなんで、目的としてはいいのかなっていうところですね。ここはもう少ししばらく様子を見て数年、で根がもっと充実した時に改めて下のところをもう一回こう切って幹を削って上の方から根をいっぱい出てればですね、それに合わせていくということで、ようやく本来の目的になってくるのかなって。そうですね。失敗だけど成功でもあると。なんか難しいですね。ある意味ミステリーっていう素晴らしい伏線の回収でした。そうですね。何しろ元気に葉っぱが元気で根もいっぱい出てるっていうことはね、無理しないで段階的に進めていくっていうことでいいと思いますんで、ということでこの動画がいいという方はチ
ャンネル登録でもまだまだですよね。今ようやく10万人10万人いって、今度は20万人を目指して20万人目指しますかどうでしょうね。ね、頑張って、でもね、多い方がいいんでね。多い方がいい。はいはい、ぜひいいなと思って、この動画を見て盆栽始めるという方もたくさんいらっしゃるんで、それは多分継続すると思うんですよ、今後も。そうですね。だからそういう人はどんどん増やしていきたいなと思ってますんで、ぜひご覧になった方いいなと思ったらチャンネル登録と、あと盆栽を始めてください。はい。多分やってる人が9割9分じゃないかな。どうだろう。そうか。見てるだけの人も結構いますからね。でもね。そうですよね。やんないで。じゃあまたやっぱり面白い動画をね、上げていきましょう。はい。ということでありがとうございました。ありがとうございました。